皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り扱っていきます。前回の動画において取り上げたウクライナ軍の遠距離攻撃、弾薬庫の大爆発というニュースを取り上げました。この弾薬庫の攻撃成功なのですが、どうも思った以上に大きな大戦果だったようです。フォーブスの記事では、過去最大の打撃というような表現も行われており、ウクライナ軍としてはますます遠距離攻撃に力を入れる理由となりそうです。今回はその弾薬庫へ攻撃の続報だけではなく、関連ニュースちょっと多めに入っているので、それらについて取り上げていきます。ウクライナ・ロシアとの国境からおよそ480キロ、トロペツにある弾薬庫が大爆発しました。前回の動画においては、攻撃が成功したといったところまでは映像を合わせて皆さんにご紹介しましたが、どうも弾薬庫全体に対する攻撃成功、つまり壊滅的な打撃を与えた可能性が指摘されています。弾薬庫はこのようなコンクリート製の建物の地上部分とおそらくは地下部分も合わせて武器弾薬類を保管していたものとみられています。攻撃を受ける前の状態、衛星からの写真がこちら。施設の右側には整地された場所に弾薬庫が整然と並んでいますが、それだけではなく左側の部分、木々に紛れる形での弾薬貯蔵庫もかなりの数見られます。そしてこちらは攻撃が成功し大爆発が起こっている様子。一箇所だけではなく数箇所から爆発の炎と黒煙が上がっていることがわかります。そして一夜明けた後の上空からの様子。こちらも衛星からの写真です。あまりにも火災が広範囲で、そして煙も立ち上っているため、地上の様子がこれだけではわかりません。ただ、広範囲にこれだけの煙が立ち上っていることから、被害がかなり拡大していることがわかります。地上からの映像でも、まだまだ爆発音が続いており、手がつけられない状態となっています。煙に阻まれて被害の様子全体が手に取るようにはちょっとわからないわけですが、その代わり熱源感知によって深刻な状態だということが分かりました。こちらは同じく衛星からの情報なのですが、この赤く塗られているところは全てが高熱を持っているエリアです。これだけ広い面積において熱を持っているということは、攻撃を受けて爆発した弾薬庫がそのまた隣へとさらに被害を拡大させたのだと予想がつきます。そしてこの攻撃成功を伝える詳しいニュース。ロシア西部の弾薬庫が大爆発、ミサイルなど多数損失か、ウクライナがドローン100機超で攻撃。ウクライナのドローンの大群が国境から北へ500キロほど離れたロシア西部トベリ州の町トロペツを襲った。トロペツにはウクライナに侵攻しているロシア軍に補給している広大な弾薬庫第107兵器廠がある。第107兵器廠では小規模な地震を観測するほどの大爆発が起こり、NASA の観測衛星でも熱異常が検知された。地元当局は近隣住民に避難命令を出した。ロシアの弾薬多数が炎に包まれた。ウクライナの調査分析グループによれば、122mm ロケット弾、82mm 迫撃砲弾、ライフル銃や機関銃用の弾などが含まれるという。また、これらより格段に強力で貴重な兵器も置かれていた可能性がある。ウクライナ当局筋は地元メディアに対し、破壊された兵器には S-300 防空ミサイルやイスカンデル弾道ミサイル、北朝鮮製 KN-23 弾道ミサイルなども含まれると述べている。ロシア軍は対地攻撃に転用した S-300 やイスカンデル、KN-23 を数百キロ先のウクライナの都市や電力インフラに対する攻撃に使用している。ロシア軍で最高の部類に入る弾薬が多数一箇所に集積していたからこそ、ウクライナはこれほど大規模なドローン攻撃を行ったのだろう。地元メディアによると、100機を超えるドローンが投入されたという。ウクライナによるロシア領内の目標に対する攻撃としては、ロシアが全面侵攻してきて2年7ヶ月近く経つこの戦争で過去最大規模だった可能性がある。ロシアにとって最悪のケースは、ウクライナ深部への攻撃に用いてきた最良の弾薬のかなりの部分が失われたというものだ。ウクライナにとってトロペツに対する攻撃は転機になる可能性がある。ウクライナはこれまで何ヶ月も米欧製の長距離弾薬、アメリカ製のエイタクムスミサイル、イギリス製のストームシャドウ巡航ミサイル、そのフランス版スカルプについて弾薬庫などロシア深部の目標に対する使用を認めるよう供与国側に懇願してきた。だが、ロシアによる長距離攻撃でウクライナの民間人の犠牲が積み重なっているにもかかわらず、供与国側は許可を保留してきた。ウクライナが不満を募らせているのは明らかで、
自国で開発した長距離攻撃用のドローンやミサイル、爆弾の生産を強化している。これらの兵器は他国の許可を得ずにロシア領内への攻撃に使用できる。第107兵器廠を破壊したことで、ウクライナの国産兵器はロシアに対して過去最大の打撃を与え、さらにはロシアによる将来の攻撃を防いで、多くのウクライナ人の命を救った可能性がある。トロペツの弾薬庫爆発から数時間後、ウクライナのゼレンスキー大統領は非常に重要な成果を収めたと称えるメッセージを出した。今回の攻撃はあくまでも完成品である弾薬を破壊するという成果であり、生産施設を破壊したものではありません。ですから、今後もロシアは弾薬類を製造し、前線に対する供給をまだまだ続けていきます。しかし、貯蔵されていたものを破壊したことによって少なくとも何ヶ月分であるとか、場合によっては取り返しのつかないほどロシアにとっては貴重な弾薬類を破壊した可能性もあるだけに、ウクライナとしては同類の戦果を求めてロシア軍の大規模な弾薬庫を付け狙う可能性が今後もあります。そして、ウクライナに対する弾薬供給のルートでインドの名前が挙がっています。インド製弾薬、ヨーロッパ経由でウクライナへ、ロシア抗議でも規制の兆しなし。ヨーロッパ企業がインドの軍需企業から購入した砲弾や弾薬がウクライナに渡っていることが、インドとヨーロッパの当局者の話で分かった。ロシア政府はインド側に抗議したが、インド政府は取引停止の措置を取っていないという。インドの武器輸出規制は、武器の使用を申告した購入者に限定し、無許可の転売などがあれば取引停止にすると定める。インド外務省報道官は記者会見で、インドはウクライナに砲弾を供給・販売はしていないと述べた。当局筋によると、ウクライナに供給されているインド製砲弾薬は、国有軍需企業、ヤントラなどが製造したもの。取引は1年余り前から行われており、税関の記録によると、イタリア、チェコなどからウクライナに輸出されている。元ヤントラ幹部は、非上場のイタリア防衛企業 MES が同社の最大の海外顧客だと述べた。MES はヤントラから中身が空の砲弾を購入し、爆発物を詰めてウクライナに輸出しているという。ロシアは事態を深刻視し、7月の外相会談を含め少なくとも2回、インド側に対応を求めた。インド当局者によると、政府は状況を監視しているが、ヨーロッパ向け輸出を制限する措置は取っていないという。関係者は、ウクライナが使用する砲弾薬で、インド製が占める割合はごくわずかと指摘。ロシアによる侵攻開始後に、ウクライナが輸入した武器全体の 1% 以下と推定されている。専門家は、比較的少量の弾薬の移転はインド政府にとって地政学的に有益と見る。インドはロシアの味方ではないことを西側にアピールできると指摘した。また、ロシアはインドにほとんど影響力を持たないと述べた。インターネット上に上がっている情報では、インド製の砲弾類がすでに現地に届いて使われているというような証拠は、これまでもちょこちょこと指摘されていたそうです。それがこの黄色い砲弾です。インド製の砲弾としては、155mm、125mm、120mm の各種砲弾がウクライナ軍で使用されていたそうです。ただし、記事の中でも出ていたように、決してインド製の砲弾が大量にやってきたというわけではなさそうです。インドは自国の国益を最大化することに非常に貪欲な国です。ですから今回のインド製の弾薬類などがウクライナに渡っているという件について言っても、インドの国益を最大化するという目的に沿った行動です。例えばこれまでインドはソ連時代の名残でロシアとの軍事契約に基づく兵器輸入を行ってきました。しかし、ロシアによるウクライナ侵略に伴って、ロシアは契約済みのものでさえもインドになかなか物を渡さないようになってしまいました。そのためインドはロシアとの関係を見直すことになりました。まず第一に、自国産兵器で交代できるものについては順次取り替えていくという方針を示し、また自国で生産するのがちょっと難しいものについては欧米メーカーとの距離を見直し、例えばアメリカから何か物は買えないか、もしくはフランスから物は買えないかといったところで、現在のところフランスからの兵器購入の額を大幅に増やしています。そして今回の件について言っても、インドとしてはたとえ数量は少なかったとしても自国のものが売れるというのであれば、ある程度ロシアの意思を無視するということに決めたのでしょう。この記事の中ではチェコとイタリアの名前が出てきました。イタリアによるウクライナ支援は基本的に中身を非公開にするという姿勢をとっており、なかなかどのような軍事支援をしているか全体は把握されていません。一方においてチェコの場合だと世界市場から砲弾を調達し、ウクライナに
供給するということを明言しています。その資金源はヨーロッパ各国からお金を募っており、それらを元にして砲弾を発注、受け取ってそこからウクライナに供給するルートです。チェコはインドから購入したとは言わないし、インドもまたチェコに売ったとははっきりとは言わないような形でウクライナへの砲弾供給が行われているのでしょう。少なくともインドはただで砲弾を上げているわけではなく、あくまでも契約によってお金を得た上で商品を輸出しているのであり、それによって自国の兵器産業が利益を得るのであれば、ロシアの顔色を伺う方が馬鹿らしいという考えなのでしょう。続いてウクライナ支援では、ウクライナの隣国ルーマニアがウクライナ軍訓練の受け入れを表明しています。ルーマニアでは NATO 基地の整備も表明しており、この地域における軍事力の強化が図られているところです。ルーマニアとしても、ウクライナがもしも戦争に負ければ、ロシアと戦うことになると考えており、このあたり危機感が高まっていることがわかります。また、まだ第一報で詳細は分かってはいないのですが、フランスが年内にもミラージュ2000の供与を行えるというような話が出ています。フランスのミラージュ2000供与計画については、もう半年ぐらい前に一度動画にしたと思うのですが、その時の話としては、F16 戦闘機のウクライナへの移転をまずは最優先し、その後の話としてフランスの戦闘機供与が進むのではないかという解説を行いました。これはウクライナ軍のパイロット非常に多くいるわけではありませんから、まずは F16 戦闘機のパイロット育成を優先するだろうと見たからです。ただ、今回の第一報では、フランスはそれはそれとして別ルートでウクライナ軍パイロットの訓練を行ってウクライナへの戦闘機供与の話をどんどんと進めようとしているとのことです。F16 戦闘機供与の話もどんどんと進める方を優先して、フランスは別に巡航ミサイルスカブフの供与数を増やしてくれたらなと思うので、このあたりちょっとちぐはぐな感があります。フランスらしいといえばらしい独自の動きだと言えるでしょう。そして、ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカに対して対ロシア戦争終結案というものを提示する、この話の中身について、ゼレンスキー氏兵器必要量提示、米欧製対ロシア戦争終結案判明。ゼレンスキー大統領がバイデン大統領との会談で提示する対ロシア戦争終結案勝利計画の骨格が18日、政府高官の話で分かった。勝利するために必要な米欧製兵器の種類、数量、納期、使用の狙いを説明し、アメリカ側が慎重姿勢の長射程ミサイルによるロシア領攻撃の容認を求める。国産兵器の製造能力増強に向けて軍事産業への投資を要請し、必要額も示す方向だ。計画の概要が判明したのは初めて。ウクライナが主導して和平を実現するため、1、軍事、2、経済、3、政治、4、外交の4分野で対ロシア圧力強化の具体策を提言する。ゼレンスキー氏は今月、国連総会に出席するため訪米する。バイデン氏のほか、大統領選の候補のハリス副大統領、トランプ前大統領らにもこの計画を伝達したい考え。軍事では、米国製地対地ミサイル、エイタクムスやイギリス製巡航ミサイルストームシャドウといった長射程兵器、防空システムパトリオットの迎撃ミサイルなどの必要な数量、搬入の期限、戦場で見込まれる効果などを列挙する。ゼレンスキー大統領がどのような種類の兵器がどのくらいの量でどのくらいの時期までに必要で、それによってどのような効果が得られるかといった話をしだしたのには、アメリカの政治を見る必要があります。というのも、アメリカ国内における大統領のウクライナ支援の方針に議会から一つ注文が上がっています。それは、どのような計画をもってしてこの戦争の支援を行い続けるのか、その具体的な手段や目標、その達成度などについて議会で報告するように求められているからです。バイデン大統領自体は民主党側の大統領ですから、民主党の側はこのような詳しい説明を特に求めているわけではありません。一方において共和党の方はそうではありません。お金を多額に使うのであれば、それに見合った説明責任があるだろうと、この説明ができていないのであれば、共和党としてはウクライナ支援に賛成するわけにはいかないというのが以前から続いてきた基本姿勢の一つです。しかし、どんな兵器がどのくらい必要でみたいな話を具体的にするにしても、それによって必ず成果が出るかというようなものではありません。ゼレンスキー大統領はそうしたアメリカ側の政治闘争といったものに少しでも助け舟を出して自国への軍事支援を引き出そうという考えから今回のような具体策を取り求めたようなのです。
ただしこれには先ほども言ったように、どのくらいの兵器があったから必ずこのような成果が出るといったようなものでは戦争はありません。実際にはかなり絵空事も含まれていることでしょう。ただ、相手がそういう計画を求めているのであれば、それに乗ってでも、まずはウクライナ支援の話を前進させようというのが、ある意味、なりふり構わぬ政治的な闘争の一部だと言えます。何にしても、現在のところアメリカによるウクライナ支援というのは、アメリカ国内の軍需メーカーに対する発注を行うか、もしくは、そうしたアメリカ企業に発注して納入された米軍在庫をウクライナに供与するという形で、基本的にはアメリカの軍事支援のお金はアメリカ国内でまずは消費され、それによって結果として物がウクライナへ渡るという形となっています。この投入資金の回収をアメリカとしては凍結資産から回収するといったことをもっと前面に打ち出せば、アメリカの世論からの協力も得やすいのになと私は思ってしまいます。あと、言及をちょっと忘れていましたが、アメリカによる制裁に伴ってトルコの国有もしくは民間企業がロシアの銀行との貿易決済について凍結し始めました。トルコはこれまでロシア側から見ればヨーロッパメーカーから物を買った時の迂回ルートとして機能しており、このルートがこれからは使えなくなるかもしくは使いにくくなるかもしれません。すべての抜け穴を塞ぐというのはかなり難しいわけですが、少なくとも分かりやすいところを少しでも多く塞ぎ、それに伴って迂回もしくは密輸ルートといったものを使わざるを得ないというのであれば、ロシアは必要なものを必要な時に手に入れるためのコストがどんどんと上がっていきます。アメリカのバイデン大統領は直接的に兵器の軍事支援の拡大になかなか乗り切れないというのであれば、せめてロシアに対する制裁をどんどんと積み重ねてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。